はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしんです。今日生ける花はこちら。ひな祭りが近いので、桃を使った素敵なアレンジメントを作っていきたいと思います。では行ってみましょう。ここから今日もナレーションを入れていきたいと思います。まずね、今入れてるのが、テロップも入りましたが、桃ですね。桃の花は、注意点としてはね、花がね、つぼみがポロポロ取れやすいんですよ。だから、それが、こう、強く振るったりすると、別にこう、傷んではいないんですけど、取れてしまうんですね。そういう特性があるので、なるべくね、こう、あんまり振動をさせないように制作していきます。今ね、だいたいこれ桃でアウトラインをね、構成してますね。はい。結構ね、この桃の花って、ここでね、左側のアウトラインの構成を変更しましたってテロップも入りましたね。これなぜ変更したかというと、最初の、アウトラインだと、幅が広すぎちゃって、今日のね、用意している花材とか、イメージしているアレンジの形にはちょっと幅が広すぎちゃったんですね。で、狭めました。その左側をね、上に振った後の、そこの処理というのは後でね、後ほど刃物とかですると思います。はい。で、桃っていうのは、結構ね、よくスーパーなんかで皆さん、桃と菜の花なんかのセットを買う人いらっしゃると思うんですけど、今ね、一回刺した桃を一回抜いてます。これね、実はナイフがなかったんで、そのままいけるかと思ったら止まらないんです。こんな細い枝が。やっぱり下はね、ちゃんと平らにナイフで削らないと止まらないです。はい。ごめんなさい。今、モンステラが入りましたね。はい。でね、よくスーパーなんかで、売ってる、桃のセットとかあると思うんですけど、あれのって結構小さいじゃないですか。束っていうか、桃のサイズがね。そうすると、もう桃自体に力がないんですよ、実は。だから、全然日持ちしないんですね、桃が。結構大きい桃の枝を切ってきた小さい桃の枝と、小さい枝のまんま室に入れて、桃って室に入れて温めて芽を吹かせるんですよ。だからそういう風にした桃とでは全然日持ちが違うんで、できればね、大きい枝をさばいた桃の方がいいですね。今ね、これごめんなさい。ちょっと遅れましたけど、ガマズミを入れましたね。よく、ヒペリカム、ね、っていう青い実が、青っていうか、青と黒を混ぜたような実がつく、植物、多分皆さんアレンジしてる人たちだと知ってる人もいると思うんですけど、それとこのガマズミというのは同じものです。この今ね、ちょっと赤いつぶつぶが上についてるんですけど、それがもっと金のままつけておくと、要するに切らないでね、ああいう青い実になります。はい。結構高級花材ですよ。はい。そして、まだガマズミを入れてますね。結構、このファンデーションワークを、このガマズミでしてる感じですかね。はい、ここでシンピジウム持ちましたね。シンピジウムを刺しました。はい。で、結構ね、ここのアレンジの時に、神秘は必ず入れるんですかとか、アンスは必ず入れるんですかっていう質問があります。それはね、必ず入れるという確約ではないんです。あとユリですね。ここって、結構暖房とか、夏は冷房とかね、焚いて、で、夜になると、夏はね、夜は暑くなっちゃうじゃないですか、冷房切るから。で、冬は、昼間が暖房焚くから暑くなるじゃないですか。そういう寒暖の差の中に1週間、飾るアレンジなんですね。なので、要するに日持ちがしないんですよ。これ以外の花材っていうのはね。だから、日持ちする花材を入れつつ、それで変化をつけてます。はい、ここでオリエンタルリリーですね。オリエンタルリリーが入ります。
はい。でね、結構このユリ、僕たちが見ると、使いにくいユリというか、本来市場でね、買ってはいけないタイプのユリなんですよ、実は。それはなぜかというと、このユリの頭が長いの分かります？ずっと間延びしていて、花が。で、ユリの一番上のつぼみ、だからろうそくみたいになってますよね、ずっとね。一番上のつぼみ小さくて、もう間延びしちゃってるじゃないですか。こういうユリって使いにくいんですよ。だからこうやって今頭を落として使いましたね。こういう風に使わなきゃいけないんですね。だけど、ちゃんと、こういう育て方ではなくて、もっと間延びしてない育て方をしたユリもたくさんあるんですよ。だから、市場でね、仕入れるときにこういうユリを仕入れないっていうのが大事です。今ほら、これね、ちょうど間延びしてる感じを見せてます。こんな感じ、上の方がね、もう小さいつぼみで間延びしちゃってるじゃないですか。ここのことを言ってますよ。ここは伸びてない方が使いやすいです。ね、今回も頭飛ばしましたね。割とこれでね、全体のこう構成というのがね、できてきたと思います。はい、ここで、さっきも言ってましたけど、アンスリウムがね、入りました。この桃の花って、結構ね、こうピンクで可愛い花が咲くんで、まあその雰囲気に合わせてね、ふわっとしたアレンジをさしてもいいですし、こういうね、やっぱり枝ぶりも結構いいんですよ、実は桃って。さっき言ったようにスーパーで売ってる桃とかだと同じような枝ぶりしちゃってますけど、実際大きい枝をこう仕入れてくると、こういうようにかっこいい曲がりとかがあるんですね。だから、この曲がりを生かして、入れることができます。今、ルスカス入れてますよ。このルスカスっていう葉っぱはね、本当に重宝でよく持ちますね。日持ちがして、使いやすい葉っぱです。はい、アンスリウムがどんどん入ってます。入りましたね。はい、だいぶできてきました。それでさっきね、左側の、これ言い忘れてましたけど、桃を揚げた、ところを何か刃物でカバーするようなことを言ってたじゃないですか。それはモンステラでね、カバーしてました。で今、そのモンステラでもカバーしたんだけど、その上のところにドラスナを入れて、さらに、全体をまとめてあげてますね。今これはドラスナの葉っぱを入れてます。最後に後ろの方に大きいドラスナの葉っぱをそのまま入ります。はい。これで、今スネークボールを入れてますね、最後にね。もうスネークボールとかはアクセントラインなので、もう確実に最後ですね。なかなか決まってますね。かっこいいです。はい、完成です。いかがですか？いやー、これね、やっぱ桃が咲いても、すごくそのピンクと合ったね、雰囲気がいい、アレンジメントになってます。これはね、結構、いろいろなアクセントラインの面で見ても、アウトライン構成の面で見ても、画材の配置面で見ても、とてもいい仕上がりだと思いますね。はい。はい、皆様ありがとうございました。ぜひね、フラワー TV のチャンネル登録と、あと N フラワーの公式 LINE アットの登録をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.